刑事事件になって逮捕されて3ヶ月ぐらい勾留されました。窃盗ですね。コピー用紙5枚持って帰ったからって言って窃盗です次男がちょうど大学の受験日だったんですよ。で朝お弁当作ってあげようと思ってた時にもう早朝にピンポンってきて私子供がなんか悪いことしたんかなと思って開けたら自分が逮捕されたんです。まさか自分がっていうのは全く思ってなかったんで、なんでっていう感じで大勢で来ました。で家宅捜査ですよね。子どもたちびっくりしてましたけど、でも短大の受験日だったんでどうしても生かさないといけないんで受験だけは生かしてほしいということと、三男は高校生だったんで子ども学校には行くように言って、次男のその大学受験はお弁当作られへんからお金渡してこれで何か食べって言って、でその後もずっと出してからもずっと家宅捜査続いてましたね。一回保釈されて家でよかったと思ったら1週間2週間もしてまたもう一回逮捕されたんですね。再逮捕された。だから懲役2年執行猶予3年でしたね。心折れたんですよ。折れたっていうか心っていうよりもチャイムが鳴るとものすごい怖くて、早朝のピンポンとかピンポン恐怖症になったりとか。それはありますね。やめろっていう断言ではないんだけども、そういうことしてたらやっぱり子どもさんたちも大変な思いするかもしれないみたいなニュアンスを言われたことがありましたね。私はその時母子家庭で離婚してたんで、お父さんの席に入ったらっていうのは言ったんですよ。それはなぜかというと私が嫌じゃなくて、やっぱり子どもたちの将来っていうものを見据えた時にやっぱりどんな職業でもつけるっていうことを考えると、やっぱり母が前科者だったら不利があったら嫌やなって勝手にですよ、私が勝手にそう思ってそうしたらって言った時に長男がお母さんがそういうふうに考えてくれてるっていうことが分かればもうそれでいいからって、もう僕たちは何も言わないからって言って、自分が本当に悪いと思ってはいない犯罪であったとしても一応捕まったっていうのは事実であって、でいろんな人からそういう目で見られたことも多分あると思うし、でもそこでね組合関わりをやめちゃうとただの本当に犯罪者みたいになっちゃうのが嫌で、私はそうじゃないんだと、私はここの組合に入ってここの運動も続けていくし信念も皆と同じだし、だからこそ間違ってないっていう思いで続けてるっていうだけであって、そこでやめるのは簡単だったんですけど、そうするとなんか私のやってきたことが何も意味がなくなるかなと思って残ってます。やっぱり一番入って感動したっていうかびっくりしたのが、会社と労使対等っていうのを知らなかった。だからそれまでは働いてたら偉い社長さんは偉くて会社は絶対でそこに逆らうと辞めないといけない、そういう図式をずっと長いこと持ってて、でここに入って相談した時に会社にものが言える、それは団体交渉とかそういうのを通じて労働組合員になると交渉する権利が出て会社とは労使対等で話ができるっていうことにすごく感動を覚えたんですね。あと神生支部に関しては私が入って本当に直後ぐらいからそういうストライキをしたりとか労働者っていうものを権利を認めていくっていうふうにちゃんとできる労働組合がやはり神生ぐらいしか私はあまり知らないっていうのがありまして、だからこそそういうところが狙われるんだろうけれども、でもそれに屈しては絶対ダメだなと思う。裁判官に言えば全然わかるわって分かってくれるわって思ってたんですけど、それがすごく見事にひっくり返ったっていうか、裁判官も結局は検察刑事と同じやなって思ったんですよ。なぜかというと勾留の手続き、勾留を許可する手続きなんかは文章を見てこの人は本当に犯罪したのかしてないかな話を聞いて決めるのかと思ったんですけど、書類見てポンって反抗してはい終わりっていうそれだけだったんで、それで初めて私はって思ったんですよ。人質司法とよく言われてるように3ヶ月というやっぱり親子を分裂させて子供にすら会えないっていう時期、そしてその後も組合員とは会えないっていう時期がものすごく長く続いたりしたんですね。だからそういうふうな生活を脅かすって普段の生活をさせないっていうような人質みたいなそういう司法に対してやっぱり世界の人にもっとこういうことが現実に起きている、神生だけじゃなくてねいろんな冤罪も含めてそういうところが起きているっていうことが言いたいのと、潰そうと思ったって無理だっていうこと
でそういうことをもう今後はやっぱりやめてほしいっていうことと、暴力団みたいなような言われ方とか見られ方とかするっていうのは私には納得いかへんし、こんなにねやっぱりいいって言って私の中では好きな組合だし、相談してくれる方にもねやっぱり少しでも楽になってほしいし、一緒に頑張りたいと思うから真実を伝えてほしいなと思います。